はい、皆さんこんにちは。ヤンビータチャンネルです。今日はレザージャケット、ライダースに関する話題の2回目ということで、素材だったりとか革の種類についてお話ししたいと思います。内容自体はですね、軽くネットを検索していただいても、それぞれの名称だったりとか特徴なんていうのはよく出てくるので、ご存知の方も多いと思うんですが、お付き合いいただければと思います。で、ファッションに使う革素材って言っても、それこそ結構数多くあって、哺乳類、魚類、鳥類、爬虫類、両生類ですね、たくさんの動物がファッションに使われています。で、今回はそんな革素材の中でもライダースジャケットの素材によく使われることの多い4種類、牛、馬、羊、ヤギについてお話ししたいと思います。で、まず素材の話をする前に、革が硬いとか重いとかしなやかとか軽いとか、着心地だったりとか、その用途の適切さみたいなものに、関係する要素について、軽く触れておきたいと思います。これはもう革の構造に、依存するみたいなところがあるんですけど、革の構造は動物の種類でそれぞれ違うんですけど、ライダースに使われる動物たちは比較的似通った断面構造をしています。体の表面の部分の表皮で、レザーとして利用されるのは真皮で、皮と筋膜、筋肉の膜ですねをつないでいる皮下組織からなっています。真皮のこの2つの層はですね、さらに乳頭層と毛状層という部分に分かれていて、乳頭層はいわゆるレザーの表側、銀面側の部分になるんですけど、この構造は皮の表面の美しさだったりとか、体の毛性、傷のつきにくさだったりとか、に関係してくる。で、裏側の床面に当たる方で、こちらは、いわゆる毛状層の構造になるんですけど、しなやかさだったりとか、皮自体のボリュームだったりとかっていう部分にも影響したりとかで、この組織自体がですね、例えば繊維が緻密で絡み合っているとか、あるいは、絡まずに抵抗の構造をしていたり、細いとかっていうので、皮の硬さだったりとか、丈夫さみたいなものが決まってきます。原皮、皮の材料は、表皮と皮下組織をもう除去してしまって、真皮の部分をなめしたものが皮、レザーになります。一般的な原皮のサイズ、大きなものをハイド、小さなものはスキンって呼んで、なめした皮をレザーっていうふうに言います。いわゆる漢字の皮と皮の使い分けみたいなもんですね。大きなハイドだと畳2畳分ぐらいの大きさになって、これ牛とか馬とかだとそれぐらいの量が取れますと。逆にスキンなんかだと、羊、ヤギ、鹿とかになってくるんですけど、新聞紙大きく広げた分ぐらい皮の取れ高かなと思います。で、まず牛なんですけど、牛革はまずライダースの素材としては鉄板中の鉄板で、供給量は多いし、表面は凸凹が少なくて毛穴も細かくて全然目立たない。乳頭層が緻密で毛状層の構造が細くなっていくっていういい感じの素材になっています。綺麗さと丈夫さと柔らかさがいい感じのバランス。分厚い皮はその分削って薄くすることができるんで、綺麗な銀面作ることができます。生物としても牛は大きな生き物なので、1枚で、取れる皮の面積が大きい。これはもうカットする上での自由度の高さにつながるんですけど、それも牛革のメリットです。加工できるマージンがとにかく大きいんですよね。分厚いし大きいしっていう形になります。生後半年以内の子牛から取られるものをカーフ、2年までキップで、ここから先はオス、メス、去勢牛で区分が変わってくるんですけど、出産経験のあるメスはカウ、去勢牛はステア、オスはブルっていう皮の種類に分けられます。ヨーロッパだとカーフ、キップの代わりに、ベビーカーフっていう区分が使われたりすることがあるので、ちょっとアメリカとか日本とは、呼び方が違うってことがあって、そこは注意です。で、基本的に皮って肉食用の家畜の副産物、美味しくお肉をいただいて余すことなく皮も利用するっていうことなんですけど、変わったところでは水牛側、バッファローっていうのが、本当は牛側とは異なる動物の種類になってくるんですけど、たまにあったりはします。で、
レザーといえばそれこそ小物、名刺入れだったりとか財布だったりとかから、ジャケット、カバン、大きなものに言ったら家具、革といえばもう真っ先に牛なんですけど、ジャケットの素材としてはどうか。ライダースの着用シーンってそれぞれあって、一概に良し悪し、いい素材とかどうかっていう評価が変わってくるっていうふうには思ってまして、ライダースの着用シーンっていうのがそれぞれあって、一概になんか物だけ見て良し悪し、いい素材かどうかっていうのは評価できないなっていうふうに私は思ってますので、そこをちょっと先に話しておければって思うんですけど、私の中では大きく3つに分けていて、1個目がライディング中で、2つ目がアフターライディング、3つ目がタウンニュースですねの、この3つのシーンが、主たるものかなと思ってます。でやっぱりライディングユースだと重くて硬い、インナーを着込むこともあるのでビタビタなのはダメ、デザイン犠牲にしてでも、ライディングする姿勢を優先したいとか、逆にタウンユースだと、見た目のかっこよさ優先できるし、薄くて軽くて柔らかいのがやっぱ楽っていう形になってくるかなと思うんですよね。で目的地でバイク降りてからもトップスとしてそのまま羽織るから、その中間的な感じで着用できたらいいかなみたいな、そういうふうに考えがちなんですけど、牛の皮はもうどれも OK って感じですね。しっかりとした重い皮なんだけど、どういう用途にも加工できる、もうオールラウンドの皮だと思ってます。で次に馬、皆さんも結構馬側好きだと思うんですけど、牛の皮って牛側っていうじゃないですか。でも馬の皮って馬側って書いて馬角って読むんですよね。分かりにくいので馬側って言っちゃうこと多いんですけど、ここでも馬側って言っちゃうんですけど、馬の皮は馬角と読みます。で、馬側はとにかくもうドレッシーでエレガントな素材だと思いますね。独特の硬さがあるってよく言われるんですけど、実は牛よりも皮が薄くて繊維が粗いから本当は柔らかな皮です。牛に比べて気性が粗いとか、運動量が多いから傷ができやすい動物なんですよね。でその傷を隠すために顔料を厚く使って表面をきれいにしたものが、出回ることが多かったので、硬い重い皮のイメージがついているっていうのが、馬側の特徴です。厚化粧って感じなんですけど、顔料でお化粧してますし、牛よりも毛穴の数が少なくてより表面がスムースな感じで、これがすごいドレッシーな感じに見えるんですよね。で同じ皮でも違いがよく分かるのがこっちがルイスレザー、クロームなめしの、セミアリニン仕上げです。でこっちがジェームスグロス、ベジタブルタンニンなめしのアリニン仕上げ。柔らかさも見た目も風合いも全然違います。特にこっちはよく着込んでいるので、ちょっともう退色してきたりもしてるんで全然感じ違うんですけど、セミアリニンとアリニンでよくわかると思います。セミアリニンって要は上から顔料かかってるというか、ちょっと、お化粧してる感じですよね。でまた別の回でやるんですけど、ルイスは、最初硬くてギュムギュムした感じになりますけど、ジェームス・グロースは割とシープに似た柔らかさ、もっちりした感じがしていて、すごくいい馬側の中でもちょっと違う感じになるかなと思います。割と、かちドレッシーな、ルイス・レザーとなんかもっちりした感じのジェームス・グロースですね。でも皮自体は柔らかいんだけど、顔料厚塗りで硬くなっているので、使い込むほどにいい感じでシワが刻まれていって味になるっていうのが、ジャケットの個性になるっていうところも人気なのかなっていうふうに思います。でこの顔料を使ったテカリもまたパテントレザーっぽくって、これはこれでフォーマルな感じがいいですし、ジェームス・グロースみたいな顔料を使っていない革だと、もう馬側が牛と羊の中間ぐらいっていう意味がよくわかると思います。あとやっぱ馬って昔は移動手段、乗り物ですから、バイクが鉄の馬って言われたりするように、その文脈のつながりがこだわりたい理由なのかもしれないですね。馬側は牛側や羊の皮に比べて生産量が少なくて、その分希少で高価っていうふうに言われがちです。生産する国としてはやっぱ日本、アメリカ、イタリア、ポーランドはやっぱ戦争に巻き込まれてきた国なんで、軍馬を、飼育していたっていう歴史がありますし、
フランスは馬肉を食べる文化があるんですよね。シュバリンヌっていう馬肉専門店が市場にあったりするんですけど、この辺がやっぱ生産強いって言われる国になってます。で次は羊なんですけど、私は実は羊側のライダースってあんまり持ってないんですけど、皆さんどうですか？やっぱ特徴としては繊維が細くて絡まりが緩いので柔らかくて軽くなるんですよね。タウンユースのライダージャケットにぴったりです。ただやっぱその分表面の耐久性がね、本当に長く着ようとするとちょっとケバケバになってきたりとか、あと雑に扱うとやっぱ引っ掛けたりすると簡単に傷がいっちゃうんで、僕みたいな雑な人間には向いてない素材ですね。羊の皮は大きく年齢でラムとシープに分けられるんですけど、ラムは生後12ヶ月以内の子羊から取れる皮で、ハイブランドのバッグとか財布とか、手触りもすごくいいし、滑らかだし高級素材で使われることが多いです。でシープは生後1年以上の、羊から取れる皮です。ラムに比べると大人ですから厚みもあるし耐久性も高い。シープはその繊維の構造上から保温性にも優れていて、ライダースとは違うんだけれどもムートンジャケットの素材としては唯一無二ですね。いわゆるアビエイタージャケットと戦闘機乗りですね、パイロットが、着るムートンジャケットでやっぱり唯一のものかなっていうふうに思います。あれはあれでかっこいいですよね。でライダースの素材としてはやっぱ柔らかさ、軽さと、あと表面の高級感とかがいいところでありつつ、その分耐久性が弱いとかちょっとスポンジっぽいんですよね。そういうところがあります。伸びるから体にフィットさせやすいんで、タイトなシルエットを求めるファッショニスタにはぴったりですね。これはもうタウンユースのジャケット素材っていう形では一番いいかなって思います。よくライダースをビタビタにして着たい感じってあると思うんですけど、牛とかだと伸びないんでしんどいんですよね。それに比べると羊は軽いですし長期間の着用でも使いにくいです。品種としてはウールシープとヘアシープっていうのに、羊が大きく分かれるんですけど、ウールは羊毛を取るために、育てられるので栄養が毛の方に行っちゃうんで、皮としてはやっぱり丈夫なのはヘアシープの方になります。最後がヤギなんですけど、ヤギ側のライダース年食ってくると本当にいいんですよ。薄くて軽くてとにかく楽ちんで、表面の繊維乳頭層が、分厚くて繊維が多くて毛状層の繊維密度が少ないからなんですけど、表面の部分銀面の部分が分厚くて床面の部分が薄くなる。で表面の耐久性がしっかりあって薄くてしなやかな皮っていうのが特徴です。長く着ようと思うとすごくいい感じになってくるというか、表面のデコボコした感じで好みが分かれるんですけど、すごく綺麗にテカるんですよね。羊の皮はふんわりとした上品さがあるんですけど、ヤギはねちょっとギラッとエキゾチックな感じ、テカリが、風合いとしてはあって、アパレルとしてはちょっと攻めてる感じもします。生後6ヶ月以内の子ヤギから取れる皮、これキットが一番、高級なんですけど、牛とか馬とかに比べるとヤギってちびこくて華奢な感じするじゃないですか。大きな皮が取れないと大きな服が作れない。アダルトゴート、これは成長したヤギから取れる皮なんですけど、キットに比べるとしっかりとした厚みと耐久性があります。で独特のシワ、シワ模様ですねがあって、これがねヤギ革らしい感じを作ります。使い込んでくるとこれもっとツヤツヤが出てきて、デコボコの大きい脂肪模様があるから傷とかも全然目立ちにくい素材なんですよね。結構実は実用的な革だったりします。でルイス・レザーとかジェームス・クロースもヤギ革はやってない感じですね。ショットとか角屋はゴートも作ってますけど、特に角屋さんは力入れておられる感じがしますね。羊とかはエイジング言わないんですけど、このシワの入り方ですよね。馬独特のこういうちょっとドーナツがっていうような入る感じに比べると、ヤギはそういう感じにならないんですよ。薄いんで、ドレスが入る着こなしになると思います。でこれが女性とかちょっとお年を召したライダーさんなんかにすごくいい素材なんですよね、軽くて。逆に、牛革みたいな分厚さを出しにくいんで、分厚い皮が好みというか、もう皮が分厚いのが高級みたいに思い込んでいる人からすると、ヤギ革ってペライやんみたいに思われがちなんですけど、で僕もあんまり厚みのあるゴートって実は経験なかったんですけど、
この間浅草の角屋本店でハイファクトリーの HG っていうゴートレザーのジャケットを試着させてもらったんですけど、これがめちゃめちゃ分厚いんですよ。びっくりしました。1年ぐらいかけてなじましていくのかなっていうやつなんですけど、あれはちょっとすごいです。ジャケットの素材としては素晴らしいんですけど、やっぱりちょっと風合い自体がエキゾチックな感じがするのと、革に厚みがないんで、すごく昔ながらの厚みのある、革が好きみたいな人には、ちょっと評価分かれるかなっていうふうに思います。はい、今回は革の種類と特徴についてお伝えをしました。豚はどうやねんとかラクダとかカンガルーとかあると思うんですけど、4種類押さえてたらもうええでしょう。で、次回ライダースについて、またお伝えできればと思うんですけど、サイズ感ってみんなどう考えてますみたいなことをお話ししたいと思います。それこそ素材とか着用シーンとかで最適なサイズ感とかシルエットとかって変わってくるはずなんですけど、なんかライダースっていうとそういうのを度外視してて、革ジャン警察です、ワンサイズ小さくできますよ、ギルティですみたいな感じってどっかあるじゃないですか。で、結構前からオーバーサイジングな着こなしって一般性あるし、レディースなんかのマニッシュな感じのサイズ感、ブランド側もそういう風な合わせ方をしたりとかもしてますし、一方で今のスーツスタイルなんかはもう完全にクラシック回帰がトレンドだったりするので、ちょっと悩み尽きないですよねってことを考えたりしています。はい、今回も、長い間お付き合いいただいてありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。